皆さん、こんにちは。サバです。ゆきちゃんです。いつもチャンネル登録ありがとうございます。今回は月に1回の沖縄あるあるメンタルシリーズ第1回目を日曜日のお楽しみとして配信させていただきます。そしてご覧の通り、書道家善龍さんがこの沖縄メンタルあるあるシリーズについてお話ししていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。早速ですけど、今月のメンタルのあるあるは、ナンクルナイサー。はい。よく使うよね。それでは早速参りましょう。はい。基本的に、ナンクルナイサーってみんな特に僕ら沖縄の人も勘違いしてるのが多いんだけど、澤さんどういうふうに思ってます？もう本当にね、これが直訳かどうか合ってるのか分かりませんけど、なんとかなるんじゃない？そうなんですよ。そうで、このなんとかなるさっていうナンクルナイサーだけが言葉で切り取られてるんですけど、本当この前にちゃんともう一つ言葉があって、何かというとマクトゥソー系って言葉があるんですよね。で本来はナンクルナイサーともう一つ前詞があって、そのマクトゥソー系ナンクルナイサーなんですよ。これがナンクルナイサーだけが一人歩きして、もうなんとかなるよ精神っていうところまでね、沖縄の人は見られるようになったりして、で今澤さんが言うようにもうなんとかなるさっていうのが、こう温かい沖縄の気質と、なんかそういう沖縄の人のおおらかさからそういうふうにみんな見られてるような感じに思われるんですが、ちょっと待ったっていうのがあるあるなんですね。で何かというと、このマクトソーケというこの言葉、どういうことかというと、まことなことになってるからちゃんとそれをしなさいよ、ちゃんとしなさいよっていうことなんですよ。またはきちっとちゃんとしていればなんとかなるよという、本来そういう言葉なんですね。だから何もしないでただなんとかなるさっていうわけではこの言葉語源違います。マクトゥソーケナンクルナイサ、誠っていうのがボンベンのなるって書いて誠っていう形に受け取れて、だからちゃんと心と体と精神誠意自分が真面目にいろんなことをやっている、ちゃんとしなさいよ、それを常日頃やってるとなんとかなるよという言葉なんですよね、これがね。なのでその正しいなんていうのかな、誠実なことをちゃんとしてれば、やっぱり自然物事はそれに後ろからなんとかなるさというのがついてくるよという言葉なんだけど、何でも大丈夫って思ってることではないよという、これがあるあるの一つなんですね。はい、ちょっと今日ね、覚えていってもらって、この配信を見た方が、このナンクルナルサっていう言葉が全て沖縄の人の考えてることではなく、自分がいつもやってること、正しいこと、そういうふうなことをやって、それを常日頃やってるからきちっとなんとかなるよという意味というのをぜひ覚えておいていただいて。でもね先生、この、呪文とか魔法の言葉っていうとちょっとあれですけど、やっぱこの言葉を聞くとね、気持ちが楽になるっていうのは私は思いますね。だからこの今回の沖縄メンタルあるあるのねシリーズ第1弾として、やっぱり皆さん気持ちが楽になりたい。なるほど。そのやっぱり言葉としてね、第1弾いいなって私は思ったんですけど。今ね佐間さんの言うようにその部分を捉えると、確かにその言葉はメンタル的なところから言うとすごくなんか救われる気しますね。はい、しました。もうさあくよくよして悩んでる人になんとかなるよって一括入れたらなんとかなる気がしてくるっていうのもあるから、その部分でやっぱりね、おばあに一言言われたらなんとかなるかもしれないっておばあに言われたらね思っちゃうかもね。お母さん的にダイエットに絡めてなんとかなるさっていうなんか話ある？全てによって適当でいいよってしか言ってない。適当でいいよ。できんことはできんからね。でもこれだよね、健康とイコールダイエットに関してナンクルナイサー精神はちょっと難しいね。ちょっと合わないですよね。合わないね。正直言ってね。だからそういうところから来るとやっぱり体調管理の部分では、ナンクルナイサーはナンクルならんどうですね。ならないんだよね。
ならない。だってね、前にもお話聞いた、はい。ダイエットで苦労してる方の一つのメンタル的なもので続かないとか、続かない。でそういう形でなるとなんかのなるさってなっちゃったら、やっぱりね続かないし繰り返しになるからそうまあ、だけどこの言葉は、まあ、守りに聞こえるけど、ダイエットで苦しんでる人にとってはやっぱり一つのこう保険、保険ね、ああなるほど、なんとなく、んこう悪く言えば、言い訳に聞こえるけどやっぱりそういうちょっとね、自分のこのセーフティーネットを張らないと、はいあやっぱり皆さんメンタル持ち、ね、続けるの大変なのかなって思うんですけど、はい、やっぱり切り取られた前のマクトね、正直に自分がちゃんとしてれば、続けてればあ、結果は出ます。なんくるなるさっていう形になると思うよね。大きなね一歩ではないけど、まずやっぱり正しくっていうキーワードでやっぱり皆さん毎日体重計に乗るですね以前もやりましたやっぱ一番いいですよね。はいそう、あ、それね、基本的にね、まずは。ね、何か自分の中でメンタル的にそうあるあるの中で一つルールを作るとしたらいいよね。なんくるなるさにつなげるように、つながるためにね。朝起きて何もしトイレに行く前にでもいいからね、あ、そうだよ、トイレの前に体重計置いときゃいいんだ。こう通る通り道にね。はいはいはいでそれで毎日測ってで、でまあいい体重計だとちゃんとデータ残るじゃないですか。まあそれより自分で書き込んでさ、本当はね、ね、その方が一番カレンダーに目に見えるからね。もうちっちゃいところからコツコツとコツコツ。コツコツ。大事だなってはいまあ、今回はね、うんこの5回にわたって、はいもうこの毎月1回この先生のワンポイントアドバイスとして、本日は一番何が大事かやはりナンクルナイサーのこの前のマクトゥ総計、マクト総計。皆さんこれはもう覚えておいてほしいなって、理由はやはり正しいことや誠実なことをする、大きなことは言えません。じゃあオナー薬局では推奨することはやはりまず体重計に乗る、乗ろそして思い出したらオナー薬局の漢方茶を思い出してほしいですね。はう。毎日コツコツと飲んでね。い。だからそのマクト総計のこのあるあるの中に入れてほしいのが、まず最初にその朝起きて思い出すことが体重計に乗る。それができたら次に漢方漢方茶を飲む。を飲む。そこまで来るとね、ね。段階的には壁を2つ乗り越えたから、でその時にまあナンクル残機さっていうところでちょっと保険かけた、まあ一つまみぐらいいいかなっていうところで止めておくっていう、今度は勇気だよね。今度はね。そういうふうな形のこれは前にも言った健康と貯金は似てます。なので、今サバさんが言ったような毎日の繰り返しで少しのことを積み重ねるっていうことが大切だっていうことですね。はい。皆様そろそろお別れする時間がやってまいりました。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。